さんこんにちは、なるです。今年も上高地が開山します。今回は日本の絶景スポット上高地のガイド情報をお届けします。今回の動画の内容はこんな感じです。長い動画になっているので好きなところにチャプターで飛んで見てもらっても構いません。それではスタートです。早速、上高地とはという疑問に答えていきましょう。上高地は長野県松本市にある標高1500メートルの山岳景勝地です。周囲を3000メートル級の山々に囲われていて、美しい池や湿原、川の清流など様々な絶景ポイントが存在します。また、天気や時間帯、季節によって様々な表情を見せてくれ、訪れた人を飽きさせることがありません。私も何度も訪れたことがありますが、大好きな場所の一つです。また、上高地は北アルプスの槍穂高主稜線の山々の起点になっている場所でもあります。北アルプスを登山する人にとっても欠かせない場所になっています。それでは上高地とはの説明を終えたところで、次はアクセス情報についてお話しします。上高地を訪れる際はいくつかの方法があります。皆さんの旅行スタイルやお好みに合わせて最適なアクセス方法を選んでください。まず車で行く場合です。上高地へ車で行く場合にはマイカー規制が実施されているため、長野県側の左湾戸、岐阜県側の阿寒棚に車を止める必要があります。こちらのエリアでも駐車した後にシャトルバスに乗り換えて上高地に向かうことになります。左湾戸と阿寒棚の位置関係は次のようになっています。それではまず左湾戸の駐車場情報をお伝えしましょう。左湾戸エリアには市営駐車場が4カ所と民間駐車場が10カ所用意されています。市営駐車場は第1駐車場が104台、第2駐車場が550台を収容し、こちらが左湾戸で最も大規模な駐車場です。また足湯も楽しめます。第3駐車場は410台収容でき、左湾戸バスターミナル前に位置しているため、シャトルバスへの乗り換えが便利ですが、満車になるのが早い点に注意が必要です。第4駐車場は約140台駐車可能です。市営駐車場は24時間営業で1日利用料金は700円です。紙幣は1000円札しか使えないので注意が必要です。さらに民間駐車場も合わせて730台分の駐車スペースがあります。合計すると約2000台の車が駐車可能です。左湾戸までは松本インターチェンジから約1時間です。駐車後は最寄りのバス停からシャトルバスに乗り換えて上高地へ向かいます。詳細な情報は上高地公式サイトのアクセス情報を参照してください。左湾戸駐車場から上高地までのシャトルバスは開山日の4月17日から11月15日まで運行されています。運行時間は早朝から夕方までで、バスはおよそ30分間隔で出発しています。混雑時には臨時便も運行されることがあります。左湾戸から上高地までの所要時間は約30分です。その間、窓から見える美しい景色を楽しみながらリラックスしたバスの旅を楽しめます。運賃は片道1500円、往復2800円です。往復乗車券の袋は往路乗車日から7日間有効です。大人4人以上の場合、団体割引乗車券を利用することができます。
通常大人1人往復2800円のところ2500円になります。タクシーに関してです。サワンドと上高地間は定額制で片道5200円です。4人で乗車すれば1人当たり1300円になります。早朝登山やシャトルバスの最終便に間に合わなかった際にも役立つため覚えておくと便利です。続いて平湯阿寒棚駐車場です。平湯の阿寒棚駐車場には市営の駐車場が設けられており、第1から第3まで合計850台分の駐車スペースが利用できます。営業時間は朝3時から夜19時までですが、出庫は24時間可能です。1日利用料金は600円です。料金の支払いはクレジットカード、電子マネーが使えます。ただし、スマートフォン等の QR コード決済にはまだ対応しておりません。駐車後は近くのバス停でシャトルバスに乗り換え、上高地を目指します。阿寒棚駐車場までは高山インターチェンジから約45分です。阿寒棚駐車場と上高地間のシャトルバスは開山日の4月17日から11月15日まで運行されています。運行時間は早朝から夕方までで30分から1時間間隔でバスが出発します。阿寒棚から上高地までの所要時間は約30分です。シャトルバスの運賃は片道1500円、往復2800円です。往復乗車券の袋は往路乗車日から7日間有効です。タクシーの運賃は阿寒棚と上高地間は定額制で片道5700円です。次に公共交通機関で行く場合です。東京、名古屋、大阪からそれぞれからの行き方を見てみます。まず東京からです。新宿からは特急あずさまたは高速バスで松本まで行きます。松本からは松本電鉄上高地線で新島島駅に向かい、ここで路線バスに乗り換えて上高地を目指すか、松本駅から路線バスで直接上高地に向かうかになります。松本駅から直接の場合、路線バスは予約が必要になるので注意です。次に名古屋からです。名古屋からは松本方面から行く方法と高山方面から行く方法があります。松本方面から行く場合は名古屋駅から特急しなので松本駅に行くか、名鉄バスセンターから高速バスで松本バスターミナルに行くかになります。松本からは松本電鉄上高地線で新島島駅に向かい、ここで路線バスに乗り換えて上高地を目指すか、松本駅から路線バスで直接上高地に向かうかになります。松本駅からの場合、路線バスは予約が必要になるので注意です。高山方面から行く場合は名古屋駅から特急ひだで高山駅に向かうか、高速バスで高山ひだバスセンターに向かうかになります。高山からは路線バスで平湯バスターミナルに向かい、ここでシャトルバスに乗り換えて上高地を目指します。大阪からは一つ目として新大阪駅から新幹線で名古屋駅を目指し、ここからは先ほど名古屋駅からの行き方で紹介した方法で上高地に向かう方法があります。その他の行き方としては、大阪駅から高速バスか特急ひだで高山に向かい、高山から路線バスで平湯からはシャトルバスで行く方法があります。次に直行バスについてです。
乗り換えを気にせず上高地に行けるため、楽に行きたい人にはおすすめです。新宿、渋谷、名古屋、大阪などから出ているので、詳しくは公式サイトで調べてみてください。先ほども述べたように、マイカー規制が敷かれている上高地へは、サワンドかアカンダナでシャトルバスやタクシーに乗り換えてアクセスすることになります。そこからの終着点が上高地バスターミナルです。観光案内所が併設されているので、トレッキングや登山の前に情報収集していきましょう。さて、アクセス方法の解説を終えたところで、次はトレッキングガイドについてお伝えします。上高地は美しい自然に囲まれた絶景スポットが数多くあり、トレッキング好きにはたまらない場所です。このセクションでは上高地でおすすめのトレッキングコースや注意点などを紹介していきます。上高地の主要ポイントの位置関係についてです。上高地をまだ訪れたことがない方でも、大正池、かっぱ橋、明神池という名前を聞いたことがあるのではないでしょうか。まずはこれらの上高地の主要ポイントの位置関係をざっと説明していきます。アクセスのところでも話しましたが、上高地はマイカー規制されているため、上高地バスターミナルまでは長野側のサワンド、岐阜側の阿寒棚からバスやタクシーで向かうことになります。バスに乗っていると最初に現れるメインスポットが大正池になります。田代湿原田代駅を過ぎて、憧れの山岳リゾートホテル上高地帝国ホテルが現れます。そこから少し行くとバスの終点上高地バスターミナルに到着します。バスターミナルから約5分のところに上高地の象徴かっぱ橋があります。もう一つのメインスポット明神池はここから徒歩1時間ぐらいのところにあります。トレッキングのコースは主に2つです。先ほどの主要ポイントの位置関係のところで言えば、手前側の大正池かっぱ橋を歩くルート、奥側のかっぱ橋明神池を歩くルートになります。まず大正池かっぱ橋コースです。このコースは大正池や田代池、かっぱ橋など上高地を代表するスポットを巡るコースです。絶景スポットをたくさん見たい人におすすめです。歩行時間約1時間、歩行距離約 4.3 キロです。トイレは大正池、田代橋、ウエストン碑、かっぱ橋と各地に設置されているので困ることはないです。注意点としては、大正池の朝もやを見るなら朝できるだけ早い時間帯に大正池に来ることをお勧めします。トレッキングをかっぱ橋からスタートして大正池をゴールとする場合、大正池バス停は途中駅なので帰りのバスが混雑していて、すでに満車で乗車できない可能性があるので注意が必要です。コースについてです。大正池バス停で下車します。バス停の目の前が大正池です。目の前に百名山の焼岳がそびえ立っています。大正池はこの焼岳の噴火によってあずさ川がせき止められてできた湖です。朝夕の気温差が激しい夏にはもやが立ち込めて幻想的な景色を見ることができます。大正池からは木道で整備された森の中を歩いていきます。中千定山の押し出しと呼ばれる場所がすぐに現れます。ここは焼岳の眺望がとても良く絶好の写真スポットです。20分くらい歩いて田代湿原に到着します。季節によって様々な植物が咲き、湿原ならではの景色を楽しむことができます。森が開け、湿原の向こう側に穂高連峰が姿を現します。木道の分岐から1分くらいのところに田代池があります。透明度が高く、穂高連峰や空を水面に映し出します。田代湿原にはベンチがあるので、一息ついて上高地の緩やかな時間に身を任せてみてください。
田代湿原を過ぎると道が二手に分かれていて、右手が林間コース、左手があずさ川コースになります。どちらも所要時間は同じで20分です。林間コースは森と湿地帯が広がる木道を歩くルートです。湿原にはカモが気持ちよさそうに泳いでいました。あずさ川コースはあずさ川に沿って整備された道を歩く明るくて開放感のあるコース。このコースではこんなに透明度の高い川はないんじゃないかと思うほど澄んでいるあずさ川を間近で見ることができます。両方のコースは田代橋の手前で合流します。田代橋はあずさ川と焼岳、穂高連峰が見れる人気のビューポイントです。田代橋からもコースが分かれます。ウェストンヒを通るコースと上高地バスターミナルに直接向かうコースに分かれます。田代橋から10分くらいのところに上高地の存在を広めたウォルター・ウェストンの石碑があります。そばには上高地温泉ホテルがあります。ここでは無料の足湯が設けられていたり、日帰り温泉も楽しめます。ベンチもあるので、ここで休憩するのもいいでしょう。南側には霞沢岳がそびえ立っています。ここの景色が海外の風景のようで、私はお気に入りです。たくさん写真や動画を撮りたくなる景色が広がっているので、なかなか進まなくなるでしょう。私が行った時にはこの辺りにお猿さんがくつろいでいて、とても癒されました。アナグマが猛ダッシュで駆け抜けていったりと、上高地では動物との出会いも楽しめます。川沿いを進んでかっぱ橋を目指します。20分ほどでかっぱ橋に到着です。バスターミナルに直接向かうコースは唐松並木が綺麗です。上高地の象徴であるかっぱ橋には多くの人で賑わっています。ここで穂高連峰をバックに記念撮影をするのが定番です。周囲には売店やレストランがたくさんあり、上高地の中心的な場所になっています。レアチーズケーキやアップルパイなど美味しい食べ物がたくさんあるので、ぜひトレッキング後や登山後のご褒美として食べてみてください。続いてかっぱ橋明神コースです。このコースは湿原の森の散策道を歩き、神秘の池明神池を目指すコースです。歩行時間約2時間半、歩行距離約8キロです。トイレはかっぱ橋、明神池、明神館、小梨平にありますが、かっぱ橋から明神池までトイレがないため少し注意が必要です。こちらのスタートは上高地バスターミナルになります。ここから5分ほどでかっぱ橋に到着します。明神へのルートは景色が美しく岳沢湿原を通るあずさ川右岸コースと小梨平を通り右岸コースより早く到着することができるあずさ川左岸コースの2つがあります。行きと帰りで違うコースを通って周回するのもいいでしょう。まず右岸コースを紹介します。森の中を木道が整備された道を10分ほど歩いていくと岳沢湿原に到着します。流れている水の透明度がすごすぎてとても癒されます。朝の早い時間帯に光が入るととても幻想的な風景を見ることができます。この辺りにウッドデッキも設置されていて絶好の撮影ポイントになっています。岳沢湿原からは自然探照路と呼ばれる整備された道を進み、鳥のさえずりや川のせせらぎに癒されながら明神池を目指します。明神池までは60分ほどで到着します。明神池のそばに家紋寺小屋があります。とても趣のある山小屋です。名物のイワナの塩焼きをぜひ食べてみてください。明神池は穂高神社奥社の中にあり、1の池、2の池と2つの池があります。
明神池は明神岳からの湧き水が溜まってできた池で、常に伏流水が湧き出ているため、冬でも全面凍結はしません。朝早い時間に行くと朝もやがかかり、透明感あふれる水面に山や空が映り、周りは静寂が広がっているため、とても幻想的な雰囲気に包まれています。池を優雅に泳ぐマガモの姿を見れたりと、癒されること間違いなしです。少し時間がかかりますが、ぜひ訪れていただきたい場所です。明神駅からは明神橋を渡り、10分ほどで明神館に到着します。この周辺は眺望も良く、カフェや売店、トイレもあるため絶好の休憩スポットになっています。また徳沢方面を目指す登山客の休憩スポットにもなっているため、多くの人で賑わっています。明神館からはもう一つのコースであるあずさ川左岸コースでかっぱ橋方面に戻ります。森の中を進み、約50分で小梨平に到着します。小梨平には食堂やキャンプ場、ケビン、バーベキュースポットなどがあり、大自然を満喫できる施設が整備されています。私も以前ここでテント泊しましたが、穂高連峰を目の前にテントを張り、大満足のキャンプができました。お風呂にも入ることができますし、トイレも綺麗でした。小梨平からは5分ほどでかっぱ橋に戻ってきます。両方のコースを回ることができれば、上高地の魅力を存分に味わえると思います。この場合、大正池をスタートに大正池、かっぱ橋、竹沢湿原、明神池、上高地バスターミナルの順番で回れば効率的だと思います。次に奥上高地として知られる徳沢エリアと横尾エリアにも行ってみるのはいかがでしょうか。かっぱ橋から歩いて2時間以上かかる距離にありますが、そのために静かで落ち着いた雰囲気を感じられます。手軽には行かれませんが、自然をじっくり楽しむことのできる素敵な場所です。まずは徳沢からです。徳沢は明神から1時間ほどの距離にあります。上高地バスターミナルからは2時間と少し距離がありますが、徳沢にもキャンプ場や宿泊施設が充実していて、自然を満喫できるスポットになっています。徳沢園の食堂である道草食堂では、カレーやピザなど山の中とは思えないくらいおしゃれな料理を楽しめます。登山客の間ではここのソフトクリームを食べて帰るのが定番となっています。こちらのキャンプ場は心地の良い芝生のフリーサイトが特徴です。自然に囲まれたロケーションですが、上下水道や食堂も完備されており、非常に快適に過ごせます。徳沢ロッジには日帰り温泉もあるため、テント泊しながらお風呂にも入ることができます。徳沢からさらに1時間奥に進むと横尾に到着します。上高地バスターミナルから横尾までは比較的緩やかな道が進みますが、ここから先に行くと本格的な登山道となり、唐沢や穂高岳、槍ヶ岳などの北アルプス登山の起点にもなっています。ここにも宿泊施設の横尾山荘があります。キャンプ場もあります。さて、上高地のトレッキングを楽しんだ後は、次は本格的な登山に挑戦してみるのはどうでしょうか。上高地は北アルプスの槍穂高主稜線にある山々への登山口としても有名です。北アルプスファンの中には年に何度も訪れる方もいます。
今回は上高地をスタート地点とする7つの山をそれぞれご紹介します。山の難易度については長野県が信州山のグレーディングと百名山グレーディングをまとめてくれています。横軸には難易度が A から E、 縦軸には体力度が1から10となっています。難易度と体力度の定義もしっかり設定されているので、ぜひ確認してみてください。今回はこれらの資料を参考に紹介します。それではまず一つ目の山として焼岳をご紹介しましょう。焼岳は槍穂高連峰の主稜線の南端に位置しています。上高地から日帰りが可能な百名山として多くの登山者に親しまれています。焼岳は現在も活動中の火山であり、気象庁が24時間体制で監視を行っています。焼岳は南方と北方の相似法で構成されており、荒々しい火山の風貌をしています。山頂付近は硫黄の匂いが漂い、シューシューと音を立てながら蒸気が噴き出す様子は活火山の迫力を存分に味わうことができます。北方と南方との間には火山湖生涯池があり、エメラルド色に輝きます。上高地の大正池は焼岳の噴火によって梓川がせき止められたことで形成されました。上高地周辺の温泉も焼岳の火山活動による恩恵と言えます。これらの事実からも焼岳が上高地には切っても切れない深い関係にあることがわかります。コースに関してです。コースは上高地から登るコースと新中野湯登山口から登るコースがあります。新中野湯登山口からのコースの様子はこちらの動画を参考にしてください。今回は上高地からのコースを紹介します。コースタイム、上り3時間30分、下り2時間50分、距離は約 7.7 キロです。累積標高差、上り1043メートル、下り1043メートル。上高地コースの難易度はグレーディングにはありませんでしたが、新中野湯コースが B となっているため同じくらいだと判断します。上高地コースには一部鎖場があるため、新中野湯コースより少し難易度が上がるかなといった感じです。体力度もグレーディングには記載がありませんでしたが、コースタイム的に日帰りが可能なので3とします。上高地側の登山口は田代橋から少し進んだところにあります。序盤は緩やかな傾斜の道が続きます。しばらく進むと小さなはしごの道が出てきたりと登りも急になってきます。鎖場などもあるため注意は必要ですが、飽きない道になっています。この辺りは樹林帯でとても綺麗な場所です。私が行った時には木の間から光苔も見ることができました。登山口から1時間半くらい進むとこのコース最大の難所に来ます。長いはしごと鎖場の道です。気を抜かずにゆっくり進みましょう。私はこんなに長いはしごは初めてだったのでとても怖かったです。恐怖に打ち勝つために何も考えず無我夢中で進みました。難所を越えてしばらく登ると焼岳小屋に到着します。売店やトイレもあるのでここで休憩するのがいいでしょう。ここからは火山である焼岳らしい岩場の道になります。こちら側から見る焼岳が岩々していてとてもかっこよかったです。中尾峠からが急斜面になっていきます。この辺りから硫黄の匂いもしてきて火山の雰囲気を感じられるようになります。また上高地方面の景色が絶景でした。焼岳を登るなら新中野湯のピストンもいいですが、ぜひこちら側も通ってほしいと思います。ここを登りきると焼岳の山頂に到着します。山頂からは上高地や梓川を見下ろし、目の前に穂高連峰や槍ヶ岳を堪能できます。次に2つ目の山として長ヶ岳をご紹介します。長ヶ岳は標高2677メートルの常年山脈にある山です。
常年山脈は梓川を挟んで槍穂高主稜線と向かい合っており、槍穂高連峰の格好の展望台として知られています。蝶ヶ岳は危険な箇所がないため、北アルプスの初心者に登りやすい山です。長野県安曇野の三俣登山口から登るのが一般的ですが、上高地からも登ることができます。コースタイム上り4時間、下り2時間50分。距離は約 9.6 キロ、累積標高差上り1200メートル、下り1200メートル。上高地のコースの難易度に関しては山のグレーディングには載っていないですが、三俣コースが B くらいなので同じくらいだと思います。体力度もグレーディングには記載がありませんでしたが、1泊以上が適当かと思います。上高地から蝶ヶ岳へのルートでは、まずトレッキングガイドで紹介した徳沢を目指します。徳沢園のそばに登山口があります。ここから樹林帯の急登が始まり、その後小さな池が見えたら長壁山に到着です。長壁山の山頂からの眺望は木々が多く視界が制限されるためあまり良くないです。その後、傾斜が緩い稜線を登っていくと樹林帯が終わり、妖精の池が現れます。ここからハイマツ帯を登ると眺望が一気に広がり、穂高連峰が見えてきます。ここを登りきると蝶ヶ岳山頂です。ここからわずか5分のところに赤い屋根の山小屋、蝶ヶ岳ヒュッテがあります。テント場もすぐそばにあります。テント場からも壮大な槍穂高連峰の風景を見ることができます。さらに稜線歩きを楽しみたい場合は、蝶ヶ岳ヒュッテから1時間ほどで到達できる蝶槍をおすすめします。槍穂高連峰や常年山脈の山々を見ながら歩くこのコースは、北アルプスの中でも屈指の絶景スポットとして知られています。次に穂高連峰登山の拠点である唐沢についてです。唐沢カールは山の頂上ではありませんが、北アルプスでも屈指の人気を誇るスポットです。私も何度か紅葉の時期に唐沢カールに行きましたが、何度でも行きたくなる場所です。かっぱ橋から見える美しい穂高連峰の景色、その裏側に唐沢カールはあります。唐沢カールは標高約2300メートルで周囲を取り囲む3000メートル級の山々と最大約900メートルの標高差を持つ日本最大級のカールです。北穂高岳や奥穂高岳への登山者にとっての拠点となり、2軒の山小屋やキャンプ場があります。唐沢の紅葉を見ないで穂高について語るなという言葉が示すように、穂高連峰を見上げるように位置する唐沢カールは最高の紅葉スポットと言えます。唐沢カールはコースタイムが長く、私的に結構大変な参考でしたが、この景色を見るためだったら辛くてもしょうがないと思えるほど圧巻の紅葉を見ることができました。またピーク時には1000針以上のカラフルなテントが並ぶ光景は唐沢カールの象徴的な風物詩となっています。唐沢は山々に囲まれており、街の明かりが届かないため、天気がいい日には満天の星空を楽しめます。肉眼でさえ天の川が見えることがあります。コースに関してです。コースタイム上り5時間30分、下り4時間30分、距離は約 30.4 キロです。累積標高差上り1421メートル、下り1421メートル。山のグレーディングによれば難易度は B で、道も整備されているため危険な箇所はほとんどありません。体力度は5です。1泊以上が適当とされています。よほどの健脚な人ではない限り、山小屋やテント泊するのがいいでしょう。上高地バスターミナルから漁港までの3時間の平坦な道を歩きます。漁港を通り過ぎるとすぐに国内最大級の垂直岩壁屏風岩が見えてきます。クライミング愛好家にとっては聖地です。
漁港から約1時間で本谷橋に到着です。その周辺には広い河原が広がり、休憩に最適です。本谷橋から本格的な登山が始まります。上高地から本谷橋までの約13キロでわずか300メートルしか登っていませんが、ここから約 2.5 キロで520メートルを登ります。周囲の木々が低くなり、豊かな山々が見え始めます。S ガレにたどり着くと唐沢カールへの道も間もなくです。私はここからの最後の登りが辛かったです。唐沢ヒュッテが見えるのになんで全然近づかないのという気分でした。最後の登りを通って唐沢ヒュッテに到着します。着いた時は今までの疲れが吹き飛ぶような絶景を見ることができます。唐沢ヒュッテや唐沢小屋には展望テラスがあります。売店でおでんやビールを購入し、穂高連峰を眺めながら楽しむことができます。この贅沢な時間をぜひ味わってください。朝には穂高連峰の稜線が赤く染まるモルゲンロートも見逃せません。登山客たちは自然が繰り広げる壮大な景色を目にするためにその瞬間を待ちわびています。唐沢カールのコースにはパノラマコースと呼ばれる唐沢と徳沢を結ぶ難易度が高いルートがあります。秋の時期だけ開通し、上級者が唐沢カールからの下山時に使うことが多いコースです。コース途中にある屏風の耳は唐沢カールの絶好の展望台になっています。屏風のコルから屏風の耳までは片道30分ほどで、その先の屏風の頭まではさらに片道30分ほどかかります。絶景ポイントでありますが、コース上には狭い道や鎖場などが続きますので、初心者の方は避けるようにしましょう。唐沢カールについては私が以前訪れた際の様子をこちらの動画で解説しています。ぜひご覧ください。ここからは穂高連峰の山々を紹介します。穂高連峰は北アルプスの南部に位置し、主峰奥穂高岳、唐沢岳、北穂高岳、前穂高岳、西穂高岳などで構成されています。圧倒的なスケールの岩壁が穂高連峰の魅力で、他の北アルプスの山々と比べると難易度や体力度が必要ですが、多くの登山者に愛されています。奥穂高岳は穂高連峰の中央にそびえる主峰です。標高3190メートルで北アルプスの最高峰であり、富士山北岳に次いで日本で第3位の高さです。奥穂高岳は難易度が高いコースが集結する穂高連峰の接点でもあります。上高地から十太郎新道を経由して前穂高岳と奥穂高岳を目指すコースや、槍ヶ岳、北穂高岳、唐沢岳、奥穂高岳のコース、さらには西穂高岳、ジャンダルム、奥穂高岳といったコースは難易度と体力度が最高レベルであるため、体力と経験を備えた登山者以外は避けるべきでしょう。奥穂高岳へのコースの中で一般的な登山者が無理なく目指せるのは、上高地から唐沢カールを経由し大天グラートを通るルートだけとされています。今回はこのコースを紹介します。コースタイム、上り約9時間、下り約7時間半。唐沢カールから奥穂高岳山頂は約3時間です。距離は約 35.1 キロ。累積標高差、上り2354メートル。下り2354メートル。山のグレーディングによれば難易度は C。はしごや鎖場があり、ミスをすると滑落の危険性もあります。体力度は7で1から200以上が適当とされています。唐沢か奥穂高山荘で宿泊するのがいいでしょう。唐沢ヒュッテからはパノラマコースを通り大天グラートを目指すか、唐沢小屋から大天グラートを目指すかのどちらかになります。
大天狗ラートは急な岩尾根が続く道で多くの浮き石があるため注意が必要です。このルートの中では最も難しいとされていて事故が多いポイントでもあります。大天狗ラートを登りきると穂高岳山荘に到着します。ここからは岩をよじ登りながら頂上を目指します。途中には鎖場やはしごがあるので注意が必要です。頂上に立つと360度の展望が広がり、槍ヶ岳を間近に見ることができます。他の山では体験できない絶景が楽しめるでしょう。奥穂高岳については私が以前訪れた際の様子をこちらの動画で解説しています。ぜひご覧ください。続いて北穂高岳です。北穂高岳は穂高連峰の一番北側に位置する標高3106メートルの総地峰です。山頂は北峰になります。北側には大きく切れ落ちた大キレットと呼ばれる稜線が南岳まで伸び、その先は槍ヶ岳へと続きます。西側には北穂高岳の代名詞ともいえる日本を代表する岩場滝谷が数百メートルも切れ落ちています。ロッククライミングでも有名です。コースに関してですが、唐沢カールから南稜を通って山頂を目指すのが一般的です。コースタイム、上り約9時間20分、下り約8時間、唐沢カールから北穂高岳は約3時間半です。距離は約 33.7 キロ、累積標高差、上り2251メートル、下り2251メートル。山のグレーディングによれば難易度は D、奥穂高岳より難易度が高いとされています。体力度は7で1泊から2泊が適当とされています。唐沢や北穂高小屋で宿泊するのがいいでしょう。唐沢小屋の右手から登り始め、すぐに岩がゴロゴロとした道が続きます。南稜取り付けからは鎖場やはしごが多く、急な傾斜があるため注意が必要です。岩場を登りきるとテント場に到着します。稜線上に立ち、奥穂高岳などが間近に見ることができるテント場です。そこから進み、もう一つの登りを越えると頂上にたどり着きます。北穂高岳山頂直下には北穂高小屋があります。北穂高小屋は360度の大パノラマに囲まれた場所で、多くの登山者の安全を見守り続けています。十太郎新道についてです。これまでに紹介した穂高連峰の主なコースは唐沢カールを通るルートでしたが、実は唐沢を通らない十太郎新道というルートも存在します。奥穂高岳への登山でも十太郎新道を利用するとより早く到着できますが、一度に約1000メートルを登るため難易度が高く、体への負担も大きくなります。初心者の方はこのルートの使用は避けましょう。前穂高岳は穂高連峰の中で少し離れた位置にある山で、北アルプスの素晴らしい景色が見れるのが魅力です。上高地から十太郎新道を利用すると約6時間で登れるため、上級者にとっての人気の山となっています。コースに関してです。コースタイム、上り6時間40分、下り5時間20分。距離は約 11.3 キロです。累積標高差、上り1608メートル、下り1608メートル。山のグレーディングによれば難易度は D、体力度は4、1泊以上が適当となっています。登山口は上高地バスターミナルからかっぱ橋を渡り、岳沢湿原を少し進んだ場所にあります。樹林帯を進み、岳沢を通って岳沢小屋に到着します。ここから先が十太郎新道になります。
岩場を登る際には高く傾斜のあるはしごが設置されている箇所があるので注意が必要です。途中、カモシカの立場や紀美子平といった休憩スポットがあるので、休憩を挟みながら登っていくといいでしょう。紀美子平からも岩場が続きますが、傾斜は比較的緩やかになります。前穂高岳からは奥穂高岳を目の前に見ることができます。前穂高岳から奥穂高岳までの間は約2時間半で移動ができます。そして最後に紹介するのはみんな大好き槍ヶ岳です。槍ヶ岳は標高3180メートルで日本百名山にも選ばれています。山頂が槍の先端のように尖っていることからこの名前が付けられました。遠くから見ても識別しやすいため、北アルプスの象徴的な山として多くの登山者の憧れの山となっています。槍ヶ岳は岐阜側の新穂高温泉からも登ることができますが、今回は上高地からのルートを紹介します。コースタイム、上り約9時間、下り約7時間30分、距離は約 38.6 キロ、累積標高差、上り2404メートル、下り2404メートル。山のグレーディングによれば難易度は C、体力度は8、2泊から3泊が適当とされています。上高地からのコースはトレッキングガイドで紹介した横尾まで来ます。横尾から唐沢カールや奥穂高方面と槍ヶ岳方面のルートで分かれます。横尾から50分ほどで一ノ俣に到着します。一ノ俣から40分ほどで槍沢ロッジに到着します。この場所は水が豊富なことからロッジにはお風呂もあります。ここから45分の場所に馬場平キャンプ場があるため、この周辺で宿泊するのがいいでしょう。馬場平キャンプ場から約30分で大曲に到着します。ここから進行方向を左に変えて進みます。右に尾根道が見えてくるのが東釜尾根です。これは表銀座コース重曹寺に常念山脈と槍穂高主稜線をつなぐ尾根道です。勾配が少しずつ急になります。大曲から天狗原分岐まで約1時間で到着します。天狗原分岐から槍ヶ岳山荘までは2時間かかり、高低差は700メートル以上あります。槍ヶ岳の穂先が見える場所でテンションが上がりますが、厳しい高低差があるのでゆっくり着実に進みましょう。槍ヶ岳山荘にはテント場もあります。ここでテント泊ができると満足度が高まりますが、最大40針で先着順なので混雑時には早めに到着することが重要です。遅くなると下の摂政ヒュッテまで戻ってテントを張る必要があります。山小屋は予約制です。槍ヶ岳山荘から槍ヶ岳山頂まで約30分で到着できます。鎖場やはしごがあるので注意が必要です。山頂は狭いのでそこでも注意が必要です。槍ヶ岳は非常に人気があり、多くの登山者の憧れになっています。槍ヶ岳を目指す重走路には華やかな場所を示す銀座という名の付く重走路があります。一つは表銀座重走路です。燕岳の登山口である中房温泉登山口から燕岳、御殿昇岳、ヒュッテ西岳、東釜尾根を通り槍ヶ岳を目指します。人気の燕岳から槍ヶ岳を目指すこのルートは登山者なら一度は行ってみたい憧れのルートです。2つ目は裏銀座重走路です。高瀬ダム、烏帽子小屋、野口五郎岳、水晶小屋、鷲場岳、三俣蓮華岳、すごろく岳を通り槍ヶ岳を目指します。こちらは表銀座より距離も長いため相当の見客の方しか行けませんが、時間をかけても一度は行ってみたいコースでもあります。トレッキングガイドと登山ガイドで上高地の魅力的な自然をご紹介しました。次はトレッキングや登山で
疲れた体を癒すために上高地での宿泊はいかがでしょうか。上高地は四季折々の景色や絶景スポットが多数あり、日中のアクティビティだけでは味わい尽くせない魅力がたくさん詰まっています。夕暮れ時や朝の静けさに包まれた上高地はまるで別世界のよう。そんな上高地での宿泊を通して心身ともにリフレッシュできるでしょう。今回の宿泊ガイドでは上高地のそれぞれのエリアでの宿泊の魅力やメリットをご紹介し、どのエリアが皆さんにとって最適なのかを見極めるお手伝いができたら幸いです。それでは上高地宿泊ガイドを始めましょう。かっぱ橋周辺は上高地バスターミナルに近いため、どこへ行くにもアクセスがいいです。かっぱ橋は上高地の象徴的なスポットであり、一日中多くの人々で賑わっています。そのためかっぱ橋で穂高連峰の定番写真を撮るのも大変な時があります。しかしこのエリアで宿泊すれば、人が少ない時間帯に素晴らしい景色をゆっくりと楽しむことができるでしょう。このエリアには様々な宿泊施設があります。それらをバジェット、ミドルクラス、ラグジュアリーの3つのカテゴリーに分けると次のようになります。それぞれの価格帯に宿泊施設があるので選択肢が豊富です。かっぱ橋から5分の少し離れたところに森のリゾートこなしがあります。かっぱ橋側には五千尺ホテル上高地、上高地ホテル白樺荘、ザ・パークロッジ上高地があります。かっぱ橋を渡りあずさ川沿いには西糸屋山荘、上高地アルペンホテルがあります。次にウエストンエリアにある宿泊施設を見ていきましょう。ウエストンエリアは上高地の中で比較的静かな場所になっていて、高級リゾートホテルもこのエリアに多いです。六百山と霞沢岳を見渡す素晴らしい眺めが楽しめます。このエリアの宿泊施設をカテゴリーに分けると次のようになります。このエリアでは比較的高価格帯の宿泊施設が多く見られます。帝国ホテル前バス停のそばに上高地帝国ホテルがあります。ウエストン碑のそばには上高地温泉ホテル、上高地ルミエスタホテルがあります。次に大正池エリアの宿泊施設をご紹介します。このエリアの魅力は大正池と田代湿原に近いことです。特に夏の朝もやが美しい大正池の景色は早朝にしか見られません。このエリアに宿泊すればその絶景を堪能できるでしょう。このエリアの宿泊施設はミドルクラスの大正池ホテルになります。位置関係はこんな感じです。次に明神エリアです。明神エリアの魅力は何といっても明神池に近いことでしょう。このエリアに宿泊することで明神池の朝もやや朝焼けといった宿泊客だけが体験できる素晴らしい景色を堪能できます。トレッキングガイドで紹介したかっぱ橋から明神池までの自然単焦路も早朝や夕方の時間が最も綺麗です。このエリアの宿泊施設はカテゴリーごとに分けると次のようになります。位置関係はこんな感じです。次に徳沢エリアです。徳沢エリアの魅力は奥上高地のトレッキングを堪能できることです。かっぱ橋から徒歩2時間の距離にある徳沢はかっぱ橋や大正池ほど簡単に訪れることはできませんが、その代わりに静かで落ち着いた雰囲気の中で自然を満喫できます。さらに5月下旬には徳沢で二輪草が美しく咲き誇ります。このエリアの宿泊施設をカテゴリーごと分けると次のようになります。
位置関係はこんな感じです。最後に旅行エリアです。旅行エリアの魅力は徳沢と同じく奥上高地のトレッキングを楽しめることです。また旅行より先は本格的な登山となるため、その前の前泊や休憩に最適です。このエリアの宿泊施設をカテゴリーごと分けると次のようになります。位置関係はこんな感じです。皆様お疲れ様でした。今回の動画では上高地の魅力やアクセス方法、トレッキングガイド、登山ガイド、そして宿泊ガイドをお伝えしました。上高地は日本の自然の宝庫であり、素晴らしい場所です。ぜひこの動画を参考にして上高地を訪れてみてください。今回の動画は2024年4月現在の情報になります。最新情報は各自ご確認ください。もしこの動画が役に立ったと思っていただけたら、チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。質問やリクエストがあれば、ぜひお気軽にコメント欄にてお知らせください。それでは皆さんが上高地で素敵な思い出を作れることを願っております。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。